人が見ている場所、例えば電車の中、ね、座ってますよね。で、お迎えに人がいます。そういう時は軽く口角に力を入れるだけ。こんにちは、おけんママこと加藤ひとみです。動画のコメント欄でですね、私ながらが好きなんですっていうのがね、結構多いんですね。ながらっていうのはですね、何かをしながらこれをやるっていうことなんですけども、顔ダンスですね。きっちりと時間を作って今からさあやるぞっていうんではなくて、何か作業をしながら顔も一緒に動かすと効率的に時間を使うこともできますし、いつの間にか若返ってたっていうことになりますよね。ですのでね、ながらってすごくいろんな意味で便利だなと思います。で、今日はですね、ながら何かをする作業ってたくさんあるんですけども、それを一つ一つこれにはこのダンス、顔ダンスがいいですよというよりもですね、ある程度大きく分類をして、こういう時にはこの顔ダンスがいいですよっていうお伝えをしていきたいなと思っております。ながらで効果的に顔ダンスをしていきましょう。大きく分けて2つ分類してみますね。まず人に見られているかどうか、それと、一人で誰も見ていないところであるか。人が見てる時っていうのは大きく顔をやっぱり動かせないんですよね。ですので人から見てわからない動きがいいです。今はマスクをしてるのもあるんですけれども、上唇と下唇をぐーっと押し合う。はい、これをするだけで顔の下半分がたるみにくくなります。人が見ている場所、例えば電車の中、ね、座ってますよね。で、お迎えに人がいます。そういう時は軽く口角に力を入れるだけ。これだとすごく逆にいい印象を持たれるんじゃないかなと思いますね。これでも十分顔の筋肉を鍛えていることになりますよ。ちょっと口角を意識するだけですよ。マスクをしてたら上唇と下唇をグッと押し合うこともできますよね。例えばこんな感じですよ。口角上げて、はい、押し合う。口角上げる。はい、これだったら人がね、周りにいてもできる動きですね。で、お仕事中もですね、パソコン作業をしている時、そういう時は今の使えますね。誰もいない場合ですね、例えば事務所の中で一人で作業している時は結構自由が利きますよね。何かを書いたりしている時は目を使っているので、そういう時には目の前の運動できないですけども、例えばこれは一人誰もいなかったら誰でもできます。人が見えている時もマスクしてたらこれはできるんですけどね。お家の中で家事をする場合も人が見ていないことがほとんどですよね。そしたら結構自由度が高いですよね。例えばで、通常ですね、このフェイスラインをシャープにする運動、この動きの時は指を添えるようにお伝えしてますけれども、実はですね、これってね、指を添えなくてもここにシワが刻まれることはないんです。ただ不安な気持ちがあるかもしれないんで、こういうふうにお伝えしてますね。この動きをするとフェイスラインがとても綺麗になるんですけどね、ここに無駄なお肉がつけにくくなるんです。で、これは家の家事でもできますよね。お料理してる時でもできますよ。もう何秒キープとか気にしなくていいです。もう厳密にしなくていいので。まとめますね。人が見ている時は上唇と下唇をグッと押し合う。すごくたくさん見てて集中して見られている可能性が高い時には口角上げだけで、周りに人がいてそれほどじっと見てないだろうなっていう時には上唇と下唇を押し合う動きもプラスする。口角上げにプラスしますよ。はい、外を歩いている時もこれできますよね。押し合う、口角上げ、押し合う。歩いている時、人が見てない時には結構何でもできますね。私がよくやるのはこれ、頬上げ。このね、頬全体を鍛えてしっかりと頬を上げていくトレーニングね。これとかフェイスラインをきれいにする。特にこの頬上げをやってるとですね、顔のたるみが上に上がってくるんですね。で、顔の重心がこの目の下あたり、このあたりになるので、ここがすごくすっきりするんですね。ですので私はよく誰も見てない時やってますよ。これだったらね、それほど深く頭でどうだったかなと考えなくてもできる動きですよね。あと目を使ってない時は下まぶたは OK ですね。これだったらテレビ見てもできますよね。あって
でも注意点はですね、運転してる時には目の周りのトレーニングしないようにしてくださいね。もうやるとしても誰も見てなくてもね、顔の下半分だけにしてくださいね。ウインク運動に関しては目を閉じる動きがあるので、これはお風呂に入っている時とかね、そういう時にはいいかもしれないですね。ですので目のトレーニングは見えなくなりますから、閉じるので、下まぶたも少し目が細くなるんで視界が狭まりますので、運転している時とかちょっと刃物を扱っている時とかはしないようにしてくださいね。ずっと座っているとね、顔がむくんでくるんですよね。皆さん経験あると思うんですけどね、どっちかっていうとですね、顔のトレーニングというよりもずっと座ってる時間が長い時には足をちょっとほぐす方がいいですよね。例えば足首をこう回してみるとかね、座ったままふくらはぎ周りの方がいいと思います。その方が効果は高いと思いますね。よく言いますよね、ふくらはぎを揉んだらいいってね。第二の心臓とか言いますから、ちょっとこうふくらはぎに刺激を与える、ちょっと足首回すだけでもふくらはぎを動かすことになりますからね。皆さんご存知かもしれない、よく聞かれたことあると思いますね。貧乏ゆすりがいいっていうのを聞いたことあります。それをするとウォーキングに近い効果があるというね。私これはちょっとやる気しないですね、正直言って。これをずっとやってると多分癖になるような気がするんですよ、私自分が。結構気持ちいいんですよね、やると。美容と健康のために貧乏ゆすりするって自分でこう意識すると、無意識にもその動きが定着しそうな気がするんですよ。でこれに似たようなことなんですけども、例えばですね、表情筋は約30あるんですけれども、その筋肉全部をね、顔ダンスでは実は動かしているわけではないんですね。この筋肉を使うと見た目的にあんまりいい表情にはならないというものがあるんですよ。もちろん顔の表情筋ってね、必ず意味があってあるんですけれども、例えばですね、口角下制筋っていう筋肉、口角を下げる筋肉がここにあります。これをねやるとね、口角が下がるんです。この動きで、私ねこの筋肉鍛えてないのですごく心もとないんですよ。あとね、下伸下制筋っていう筋肉もあるんです。あと周尾筋って言ってここにあるんですね。眉毛のこのちょっと上あたり、この筋肉は眉間にしわを寄せる筋肉ですね。険しい顔をする時のこの動き、この筋肉に関してはですね、鍛えない方がいい筋肉なんですよね。実際にはですね、口角枠を引き下げたりとか、筋肉を鍛えることによって口周りがこう整うとか、そういうのはあるんですけども、そのトレーニングをしてるとですね、何かの時にその表情が出ちゃうんですよ。もう自分の中で筋肉が活性化されてるので、例えばとか、これをいつも習慣にしてるとね、顔の具を全部真ん中に集めてパッと開くとかね、そういうものあるんですね。確かに真ん中に集めるということは、ここの眉毛も全部内側に寄せるということなんで、こういう動きになりますよね。筋肉を鍛えてしまうと見た目的にあまりいい表情ができないものは顔ダンスには入れないようにしてます。ありくどい言い方になりましたけど、例えば先ほどのようにこう貧乏ゆすりをする、ですのでブルブルふくらはぎを震わせるというのはあんまりしない方がいいかなと思いますね。それよりも座ったまま足踏みするとかね、軽くその方がいいと思います。まとめますと、人が見ている時、見てない時でやり方が違いますね。すごく人目がある時は口角上げだけ、人は周りにいるけれどもそれほど自分に集中してないなという時には上唇と下唇を押し合う動きもする。押し合う、口角上げる、それぞれの長さは自由でいいです。人目がない時には頬上げ、これをキープする。あとフェイスライン寄せて、口を寄せてフェイスラインをきれいにする動き、これもできますよね。危険な作業をしてない時にはウインク運動、これウインクね。あと下まぶたを引き上げる。ただしこの目の周りのトレーニングに関しては運転中はできません。あとお料理中もですね、手元がね見えにくいの出てきませんからね、そこだけちょっと注意してくださいね。ながらで顔ダンスぜひやってみてください。今日はちょっとじっくり時間を取れそうにないなっていう時にはながらでいいですよ。もう気がついた時に今日できそうにないからちょっと今これやっとこうとかね。ただ一つおすすめなのはですね、どんな時でも口角だけは意識しておいてほしいんです。人が見てようが見てまいが、これをしとくだけで顔のたるみ度合いが全然変わってきますよ。できるだけ一日中頑張っていただきたい。これだけはねちょっと難しいかもしれませんけどね、慣れると簡単ですからね。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんママでした。